皆さん、こんにちは。かなみです。今日はワールドカップについてお話しします。ワールドカップが始まりました。皆さんは見ていますか？私も見ています。とても楽しいです。ワールドカップはサッカーの大きな大会です。4年に1回あります。だからとても特別です。では、私とサッカーについてお話しします。私は普段サッカーを見ません。サッカーはあまり好きじゃありません。でも、ワールドカップは違います。ワールドカップはとても楽しいです。2018年に初めてワールドカップを見ました。2018年のワールドカップはロシアでありました。それから私はワールドカップが好きです。毎回夫と一緒に見ています。とても楽しいです。さて、私の夫の話をしましょう。夫はコロンビア人です。彼はサッカーが大好きです。本当に大好きです。夫は日本でサッカーのコーチをしています。毎日サッカーの練習をしています。すごいですね。ワールドカップが始まって彼はとても興奮しています。彼は毎日試合を見ています。毎日全部の試合を見ます。それは私には難しいです。夫はコロンビアチームを応援しています。私もコロンビアを応援したいです。試合を見るとき、一緒に食べ物を食べます。サッカーを見て楽しんでいます。次は2018年の話です。2018年のワールドカップはとても楽しかったです。夫と一緒にフランスの試合をよく見ました。フランスはとても強かったです。そしてフランスが優勝しました。フランスが優勝してとても嬉しかったです。その時、キリアン・エムバペを知りました。エムバペはフランスの選手です。選手はプレイヤーという意味です。彼は10番のユニフォームを着ていました。その時、エムバペはとても若かったです。でも、速くて上手な選手でした。私はエムバペが好きです。エムバペは素晴らしい選手です。皆さんもエムバペを知っていますか？このワールドカップで私は4つのチームを応援しています。4つです。多いですね。まず
日本です。私は日本人です。だから日本チームを応援します。日本チームに頑張ってほしいです。次はコロンビアです。夫はコロンビア人ですから、コロンビアも応援します。そしてオーストラリアも応援します。前にオーストラリアに住んでいました。オーストラリアは素敵な国です。オーストラリアにも頑張ってほしいです。カナダも応援します。前にカナダにも住んでいました。カナダもとてもいい国です。だから日本、コロンビア、オーストラリア、カナダ、4つのチームを応援しています。チームがたくさんありますね。さて、誰が勝ちますか？私と夫はよく話します。まず、スペインです。スペインは強いです。スペインの選手は上手です。パスも速いです。動きも速いです。次はフランスです。フランスも強いです。2018年、フランスが優勝しました。そしてアルゼンチンもとても強いです。アルゼンチンにいい選手がたくさんいます。スペイン、フランス、アルゼンチン。この3つのチームは本当に強いです。もちろん日本にも頑張ってほしいです。さて、もう一つワールドカップで好きなことがあります。開会式と閉会式です。私は開会式がとても好きです。音楽があります。踊りもあります。いろいろな色があります。とても綺麗です。スタジアムの中も外もみんな笑顔です。見ていてとても興奮します。ワールドカップは本当にいいですね。では練習の時間です。日本語で答えてみてください。質問です。皆さんはサッカーが好きですか？そしてどのチームを応援していますか？どのチームが勝ちますか？コメントで教えてください。例えば、私はサッカーが好きです。日本を応援しています。何でもいいです。頑張ってください。今日はワールドカップについてお話ししました。どのくらいわかりましたか？日本語をもっと話したいですか？リスニングの練習はとても大切です。でも先生と勉強することも大切です。私はジャパデミーで日本語を教えています。クラスは小さいです。最大8人です。
無料の体験レッスンもありますよ。下のリンクを見てください。クラスでお会いできることを楽しみにしています。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you for listening. If you want to learn Japanese with the help of native Japanese teachers, please visit japademy.com. Otherwise, keep practicing your Japanese listening skills with our podcast. See you next time. またね